報われやんかったからといって無駄になる努力ってないなってほんまに思います。これほんまに食べてみようかな。9点のねレビュー数がめっちゃ多くて星 4.5 とかやったかな。留学してから気持ち的に何か変化したりしましたか？好きな人ができない、好きな人が欲しい。これは근데 보긴 했습니다. 그거를 제가 보기 전에 파리에서 시험 공부하고 파리에서 소개치진 않으셨어요? 전혀. 정말요? 전 오히려 너무 고마웠다는 얘기를 항상 하고.9個。いただきます。鍋です。鍋。ちょっと一旦食べるね。私、海外旅行とか旅行大好きなんですけど、ほんまは。このね、海外旅行が、高校卒業した時ぶりとかに行ったんかな。めっちゃ久々に行ったのね。っていうのも大学生の時はコロナもあったし、で、大学卒業してすぐ、韓国留学来て、韓国留学生の間は旅行に行こうと思えば行く時間なんていくらでもあるねんけど、友達もみんな旅行行ってたし。なんやけど、留学中は YouTube と勉強に集中しようって思ってたから、その間は旅行とかに行かず、このタイミングで、久々にね、もう何年ぶり？高校卒業ぶりやから5年ぶりとかに旅行に行ったんですけど、もうやばい楽しかった。これからはいろんなところに旅行に行きたいなっていう気持ちです。 오늘 뭐 얘기하신대? 사실 오늘 今日はちょっと最近の Vlog ということで、最近のねスキンケアも紹介しようと思うんですけど、じゃじゃん、これがもうほんまに最近大好きで、今ねこんぐらい使ったんですけど、毎日使ってる最近。まずはこちらです。スキン&ラブのグルタチオントナーです。これを使っていきます。これはね、これからの季節のスキンケアにぴったりの化粧水なんですけど、これはね、何がいいかって言ったら、私いろんなスキンケアをほんまに試してるのね。ほんまに試してて、前も言ったけど、成分についてちょっと興味を持って成分をいろいろ
見るようになったりっていう話を前もしたんですけど、これはね、グルタチオンっていうのがね、グルタチオンってよく聞くと思うんですけど、このグルタチオンの何がいいかって言ったら、グルタチオンって美白にとてもいい成分なので、こうメラニンの生成を抑えてくれる系の成分なんですけど、そのメラニンっていうのが肌の中でいっぱい作られるとどんどんシミができたり、そういう肌のトーンが落ちる原因になるんですけど、そのメラニンの生成を防いでくれるグルタチオンっていうのが純度 99% で配合されてるらしくて、このトナーは美白ケアをしたい方にとてもおすすめです。これはね、結構トロッとしたテクスチャーです。だから夏っていうよりはこれからの秋冬とかの乾燥する時期にとてもおすすめです。ゆっくりしかもね、肌をもうコパーンってパンパンパンってやるんじゃなくて、こうそーっとそーっとやってあげます。で、私もね、ずーっとね、もう日焼け対策はほんまに肌管理の中で一番気を使ってるかもって思うのが、まあニキビとか毛穴とかいろんなね、気を使うところがあるけど、美白、これはもう何年もずーっと徹底するので、もうほんまに友達とかにもそんなに日焼け止め塗るかって言われるぐらい夏とかも塗るし、ビタミンも毎日飲んでるし、美白が欠かせないんですけど、そんな私が最近大好きな美白系のトナーで保湿してくれるから冬にもぴったりっていうトナーになってます。でね、美白で言ったらビタミン飲んでるって言ったんですけど、美白にはね、グルタチオンだけじゃなくてビタミンもね、大事なのね。なんですけど、これをビタミンもね、10種類入ってて、肌のね、テストとかも完了してるので、肌がね、敏感な方とかにもおすすめです。私ね、肌ね、結構ニキビとかあんまできひんから強い方なんかなって思ってたら、最近皮膚科に通ってるじゃん。で、皮膚科に通って診断してもらうたびに、肌が薄くて赤みも出やすいし、肌が弱い方だねみたいなことを皮膚科に行くたびに言われて、なんか肌弱い方なんやっていうのに最近気づいたんですけど、そういう私でも全然問題なく使える低刺激なトナーです。で、次はこちらです。セラムなんですけど、これもスキンラブのレチノールリペアセラムです。こういう感じでちょっとね、クリームっぽいんですけど、これがセラムになってます。これはね、ずっと前から気になってて、っていうのも9点のね、レビュー数がめっちゃ多くて、星 4.5 とかやったかな。で、めっちゃ人気商品みたいで気になってたんですけど、今回をきっかけに使わせていただくようになったのですが、やはりレビューのいいものはやっぱりいいね。効果は最大限に発揮して刺激は最小限にしたレチノールっていう文字があって、それにね、何それっていう、何そのワードってなったんですけど、ほんまにレチノール系って肌がね、こう刺激が強かったりするものもあるんですけど、これを使って荒れるとかも全くないし、私は全くないし、こう毛穴とかになんでよく効くかって言ったら、毛穴ってそこ穴があるじゃん。この毛穴より小さいナノリポソールレチノールっていうので、効果的にこう毛穴に入ってくれて、毛穴とかにもね、いいよっていうやつです。で、このね、容器なんですけど、この容器がちょっと特徴あるらしくて、香水とかスキンケアとかも何でもそうやけどさ、開封してさ、時間が経つとさ、どんどん物っていうのは劣化してくるじゃん。けどこれは、外からね、入ってくる外部の空気を遮断する作りになってるらしくて、光とか熱とか酸素からこうレチノールを守る作りになってるらしく、それもね、効果を発揮する理由の一つみたいです。これね、すごい。これをね、肌がね、調子良くなるのを2週間ぐらい経って感じてきたかな、私は。このブランドさんがいろんな商品を大量に送ってくれて、こう、あまねさんがいいと思うのを紹介してください、みたいな感じだったのね。で、マジそんな感じと思って、私も、じゃあもういろんなの使って、いいものを Amazon のみんなに紹介しようって思ったんですけど、その中から私が一番好きだなって思ったのが、このセラムです。やっぱね、人気なだけあります。これね、もう最近大好きなブランドさん。私もこのブランド大好きになった今回で。だから皆さんもぜひ9点で買えるのでチェックしてみてください。これはね、ほんまにいい出会いでしたね、このブランドさん。ちょっといろんなのもまた試してみようかなって思ってます。
ご飯、このなんか白ご飯じゃなくてこのご飯しかなくて、このご飯と、唐揚げになっちゃった唐揚げのネギ塩と、サーモンアボカドポキですね。いただきます。うまい。これ食べながら何話そうと思って、私ストーリーでちょっとみんなに話の話題を募集したのね。なので、ちょっとそれに答えながら最近の話とかをしていこうかなと思います。ちょっと久々に。留学してから気持ち的に何か変化したりしましたか？人との関わり方とか。これは変わったかも。韓国ってやっぱり何でも正直に言う人っていうのがすっごい多いので。なんやろ、日本人ってすごい優しいってさ、海外の人からもそういう印象があると思うんですけど、その分自分の意見をこう内に秘めたり、これって言っても大丈夫なんかなみたいな不安が先に来るから、自分の意見、思ってたことがあったとしても押し殺してしまうことって私結構あったのね、今までも。それをこうちゃんと自分の思ってることを自分発信でちゃんと言う人に対して、これ言ったら傷つくかなとかももちろん考えるけど、こう言葉をちゃんと考えて、自分の思ってることとかはちゃんと正直に言えるようになったかも。結構、こう意見とかをね。それはあるかも。なんかけどこれは留学来たからとかじゃなくて、年齢的なものもあるし、こう年齢が上がっていくとさ、いろんな経験をするから、いろんな人に出会うことも増えるわけじゃん。だからまあそういうのもあったと思うんですけど、やっぱ韓国とかに一人で来たりすると、いくら近い国とはいえ、海外やから、こう何でもかんでもね、こう自分でこう待ってるような姿勢で過ごしてると誰も助けてくれやんし、こう何かを自分から言わないと、うまく生活ができていかないのよ。だからそういう意味では性格は、こうちゃんとね、こう何かを言えるようにはなったかもです。次てかさ、こうやって見たらさ、恋愛の話めっちゃ多いねんけど、恋愛の話ってみんなどんな感じっていう。私あんまさ、YouTube で恋愛の話したことないからさ、どう思いますか？ Get ready with me とかしながらちょっと恋愛の話とか、プチ軽いやつまたちょっとそれは動画に撮ってみようかな。好きな人ができない、好きな人が欲しい。これは行動あるのみだと思います。行動しなくて出会いがボンボンあるのは学生の時だけだと思います。っていうのも学生の時ってさ、クラスがあってさ、学校に行けばさ、いろんな男の子も女の子もおってさ、部活の大会とかに行けば他校の子がおってさ、電車に乗れば他校の子がおって、制服を見たらどこの学校か分かってっていう情報がね、パッて見ただけで分かる環境なのよ、あそこって。けどこう大人になるとね、学校とかもないし、どんどん人によって求める条件っていうのが変わってくるのよ。だからもう行動するしかない。で、出会いを増やす。出会いを増やすって言っても質のいい出会いを増やす。例えば、私が今、毎週週末になるたびクラブ行きますとか言ってたら、出会いはそれはもうめっちゃ増えると思うのね。めっちゃ増えるけど、そういうところに行って私が付き合いたいって思うような人がいるかって言われたら、おらんのちゃうっていう感じやん。感じやから、そういうところで出会うんじゃなくて、やっぱ友達の紹介とかが一番安全な気がする最近。私今年24歳やからそうやっていう風に思うけど、もしこれが20歳とかやったら、まあ別に結婚とかもさ、考えずに付き合えるじゃん、全然なんも。だから、もうイケメンがいいとかやったら、お酒の場とかに行ったらもういくらでも出会うと思う、正直。だからそうやってどっかにね、こう出歩く、家におっても出会わんから。もうとにかく外に出る。これですね。韓国語で夢見ることってありますか？これね、この前友達と話してたんですけど、私まだ韓国語で夢を見たことがないの。もう全部日本語やし、夢で韓国語を喋ってることはないから、その日をね、楽しみにしてる。その日が来たら言うね。わかんないです。なんか相談系も多いね。なんか相談系で思い出したんですけど、私、この前、なんかね、今までは、未来に対する不安を、急に感じることとか一個もなかったのね。ほんまに一切なかったのよ。なんか未来、将来の自分うまくいってなかったらどうしようとか考えたこともなかったし、考えたとしても、うまくいってるやろみたいな感じのマインドやったのね。けどそれが急にこの前、こういう、今自分がしてること、YouTube とか韓国で住んでることとか、全部ね、うまくいってるのよ。全然うまくいってるのに、急に未来がね、不安になるタイミングっていうのがあったの。で、その時期っていうのが何週間か続いたのよ。でもなんかもう頭の中でもうずっと考えてんの。なんか将来のことを。ずっと考えてて朝まで寝れやんみたいな生活をずっとしてて、すっごい未来が不安になる時があって、その時にどういう結論に至ったかっていうと、
もう今ね、そういう未来の不安とかもそういうモードは過ぎたんですけど、勉強しないと、なんか知識をつけないとってなったのね。で、今の時代って、こう、調べたら何でも出てくるわけよ、ほんまに。本もあるし。だから、最近はちょっと、いろいろ自分への未来のために知識をどんどん増やしてる。頭に詰め込んでる、学んでるって感じですね。やっぱ何かね、知識つけといてそんなことって一個もないから。私この1年で韓国語を学んだけど、こう学んで頭の中に入るとさ、それが誰かに盗まれることとかって絶対ないじゃん。もう自分のものじゃん。何か勉強したりそういう時間って、まあちょっと苦に感じる時もあるけど、絶対自分の身につくものなのね。だから、何かを学んでて、そんなことって一切ないし、もし受験生とか、何か勉強してる方とか、まあ勉強のモチベが上がらんとかいう、そういうね、DM もね、たまにもらうんですけど、頑張って無駄になるものって一切ないから、ほんまに一切ない。やし、もし努力が報われやんかったなって思ったとしても、これからある何かにその努力を活かすことは絶対できると思うのね。だから世の中に無駄な努力はないって私はいつも思うんですけど、なんかね、努力しても報われやんことってあると思うんですよ。生きてたらね。あると思うんですけど、報われやんかったからといって無駄になる努力ってないなってほんまに思います。私は。頑張ってる人はみんなかっこいいって思います。いつも。そんな感じ。なんか鼻詰まりやばいし、なんかちょっとマネージャーから電話かかってきたから、ちょっと終わります。ちょっとここで終わります。何？携帯と？ケラン。これほんまに食べてみようかな。ミサに迷い中。고민 중. 잘 먹겠습니다. 오다니 군. お疲れ様です。うちら疲れてるかも。声が低い。声が低い。この前の Vlog と全然テンション違う。ミサイのこの動画。二重人格みたいな。これあれだ。スーパーにあるやつ。薄いやつ。これ何なんやろ。豚肉。味噌？味噌っぽい。何の味か分からへん。重くさがおいしい。思ってたより。